ブルンの教えてゲームクリエイター。はよんぱー、マグルンだよ。今絶賛発売中の新作パズルボブルエブリバブルのゲームクリエイターのみんなにゲーム制作のお仕事についてのお話を聞くシリーズ。第8回目はグラフィックデザイナーのお仕事についてインタビューするよ。今回のゲストは初めてこのチャンネルに登場してもらうこの方。はじめまして、株式会社タイトグラフィックデザイナーの畑です。早速質問だけど、グラフィックデザイナーってどんなお仕事なの？グラフィックデザイナーは簡単に言ってしまえばゲーム内に表示されるもの全般を制作するのが仕事です。例えばゲームに登場するキャラクターや背景、ボタンやウィンドウなどの UI、爆発や炎、水や魔法といった特殊効果、つまりエフェクトなどを制作します。その他にもゲームをどういう見た目にするのか、雰囲気にするのかなど世界観的なイメージの制作やキービジュアルなどの制作もしたりします。キャラクターだけじゃなくてゲームの中で目に見える画像や動くもの全部デザインするんだね。その中でも畑さんは具体的にはどんなお仕事をしているの？背景やキャラクターの制作、アニメーションなどを担当しています。ということはゲーム画面の見た目の大部分を畑さんがデザインしてるんだね。かっこいい。グラフィックデザイナーのお仕事はどんなところが楽しいの？自分の制作したキャラクターや背景がゲーム内で表示されて実際に動いているのを見るときが一番楽しいです。絵は動かないけどゲームだから自分で作ったキャラクターを自分で自由に動かせるんだもんね。それってすっごくワクワクしそう。でもそんなグラフィックデザイナーのお仕事も大変なことってやっぱりあるの？背景やキャラクターなどビジュアルに関わるところはお客さんが一番最初に見る部分なので、できるだけ多くの人に受け入れてもらえるようなデザインを考えるのが大変です。確かにゲームの見た目の大部分の印象がグラフィックデザイナーさんのお仕事で決まってくるからものすごく重要なお仕事だ。多くの人に受け入れてもらうデザインを考えるのってなかなか大変そうだけど、どんなところに気をつけながら考えるの？例えばパズルボブルを例にしてお話ししますね。パズルボブルは今までいろいろな作品が世に出ているシリーズ作品なので、パズルボブルらしさというのはとても重要になってきます。でも世の中のトレンドは日々移り変わっていて、ビジュアルやデザインも同じように流行り廃りがあります。そのため過去のシリーズをそのまま踏襲するというのではなく、今の流行を取り入れつつパズルボブルらしさを表現するというのを気をつけています。なるほど。シリーズ作品だとしてもちゃんと新しい要素を時代に合わせて取り入れていくんだね。確かに僕のデザインも37年間の中でいろいろ変わってるもんな。今話してくれたことも大切なことの一つだと思うけど、このお仕事で一番大切だなって思うことって何？みんながそれぞれ考えているイメージをまとめて一つの共通の世界観を作っていくことが大切だと思っています。みんな？はい。ゲームは自分一人だけではなくチームで作っているので、自分以外のデザイナーはもちろんですが、できればデザイナー以外の人たちも含めたチーム全員のイメージを統一したいと考えています。自分は背景を作ることが多いのですが、全体がわかる絵、例えばパズルボブルエブリバブルで言えば島全体がわかるマップの絵などを制作の序盤に作ったりすることがあります。そうすることで今回のゲームの世界観や雰囲気を全体で共有することが大事だと思います。確かにゲームの世界観は他のサウンドやシナリオを考える上でもとても大事になってくるもんね。絵がうまく描けるのはもちろん必要だと思うけど、グラフィックデザイナーってどんな勉強をすればそのお仕事に就けるの？
ゲームに限らずいろいろなものを見て、どうしてその形になっているのか、どうしてそのデザインになっているのかなどを考えるといいと思います。あとは楽しくたくさん絵を描くことが大事だと思います。どうしてその形になっているのかか。そういうの考えたことなかった。パズルボブルエブリバブルでは、畑さんはどんなお仕事をしているの？主に背景と一部のキャラクターを制作しています。それ以外にはキービジュアルのイラストを制作しました。一部のキャラクターって誰？ハッキー、ウールン、リベル、ホーホーなどのキャラクターを制作しました。ということは、僕たちアワハキドラゴンの姿以外のキャラクターだったんだね。ハッキーやウールンは過去のシリーズにも出てきたけど、デザインが昔とは違ってるよね。これも今の流行を取り入れつつ、過去シリーズのキャラクターらしさも出してくれた結果なんだね。そうですね。このキービジュアルも畑さんだったんだね。いろんなキャラクターが元気に飛び出してきてるような感じで、僕このキービジュアルすっごく好きなんだ。よかったです。実はこのキービジュアルに決まる前にもいくつか案があったんですよ。そうなの？キービジュアルはプロジェクト内でどんな要素を入れるかコンセプトについての話し合いがあり、そこでキャラクターはたくさん出してワイワイ感を出す。バブルンたちは大きく主役であることが伝わるように、背景にレインボーアイランドを入れたいといった要素を入れてほしいと決まり、それをもとにラフを4つくらい出していました。そのうちの1つがこれですね。おー、全然違う。気球に乗ってるイラストだ。ゲーム中でバブルンたちが乗っている気球を描いて、レインボーアイランドを冒険している雰囲気がわかるように考えました。バブルンたち以外のキャラクターも気球の下で見上げているイメージです。他のラフの案としてはこんなものもありました。これはミニルンパークかな？これも雰囲気が結構違うね。今回はミニルンたちがお話のキーワードになってくるので、ミニルンパークを背景にのんびりとした景色の中でみんなが集まってワイワイしているようなイメージです。あとはこちらですね。レインボータワーが中央にあるのですが、こちらは今回のゲームの舞台レインボーアイランドをバックにしたイメージなので、下側が海になっていてレインボーアイランドだというのが分かりやすくなるようにしました。キービジュアルだけでもこんなにいろんな案を出していたんだね。そうですね。そしてラフをもとにプロジェクト内で話し合いがあり、最終的に決まったキービジュアルのラフがこちらですね。こちらはレインボータワーの前にみんなが集まっているイメージで、画面の中央から飛び出してくるような構図にすることで賑やかさやワイワイ感を表現しようとしています。一つのキービジュアルを作るのにこんなにいろんなラフを書いたり話し合いが行われたりするんだね。これもさっき畑さんが言ってた一つの共通の世界観を作るのに大事になってきそうだね。キービジュアルが決まってくるとみんなの持っているイメージがより一層一つにまとまっていきます。キービジュアルにもこだわりをすっごく感じたけど、畑さんが今回こんなところに特にこだわったよっていうのを教えて。みんなでワイワイ楽しく遊べるように、バブルンたちキャラクターはもちろん UI やエフェクトなど全てのビジュアルがなるべく明るく楽しく可愛くなるようにデザインしています。ゲームの雰囲気はまさにそんな感じになってるよね。可愛くて誰でも気軽に遊べそうな雰囲気。それじゃあこんなところが難しかったよっていうのはある？バブルンたちキャラクターが可愛く見えるようにアニメーションをさせるのが大変でした。アニメーションの基本的な知識ももちろん必要ですが、それ以上にキャラクターへの理解や思いなどが必要になるので、パズルボブルに限らずキャラクターを動かすのはとても大変だと思います。とても大変ですが、うまく表現できればアニメーションは絵では伝えられないキャラクターの個性や可愛さをより伝えられます。なるほど。キャラクターの性格とか感情が絵よりも動きの方が個性たっぷりで伝えられそうだもんね。畑さんが今回
うまく表現できたなーって思ってるお気に入りのアニメーションってある？パッキーが負けた時のアニメーションです。パッキーらしさはもちろん、負けたという感じや動きのタイミングなどもうまく表現できたと思います。このアニメーションか。確かに、そのキャラクターらしさがとっても出てて、僕も好き。じゃあ、畑さんから見て、パズルボブルエブリバブルはどんなゲーム？見た目はすごく可愛いけど、とってもやりごたえのあるパズルシューターです。ずっと遊んでいられます。僕も遊んでると、気づいたらたくさん時間が経っちゃってるんだよね。最後に、見てくれているみんなへのメッセージをお願いします。バブルンたちがすごく可愛くプレイしていてとても楽しいゲームです。ぜひ遊んでみてください。グラフィックデザイナーさんたちのお仕事で可愛く動けるようになった僕たちをみんなに操作してもらいたいな。ぜひ遊んでみてね。小ネタをお願い。戦っているのに結構のどかでのんびりしている背景ですが、背景も実は少し動いています。そこにもアニメーションが